こんにちは。書道家で引っ越しの清水勝信です。今日は、卒業証書の書き方をちょっとざっと解説をしたいと思います。卒業証書、すぐ毛筆でね、書くわけではなくて、下準備が必要になります。今日はその下準備の、解説ですね。こちらをメインにしていきたいなと思います。で、まずこちら、ちょっと学校名隠させてもらってますけども、まずこの証書ありますよね。で、これのね、まずコピーを取ります。こちらコピー機ですね。はい、まずコピーを取ります。もちろん原寸ですね。はい、こちらコピーですね。で、コピーが取れたら、このコピーにレイアウト線を引いていきます。今回は名前ですよ。名前、生年月日、そして証書番号の3箇所だけなんですけれども、まずこれ、左の行からちょっとレイアウトしていきたいなと思います。はい、まずセンター取ります。で、左右同じだけ、取ります。今回は6ミリずつ取りましょう。6ミリずつ取って、で、今回はね、数字が4桁なので、これを4等分します。12ずつ取りましょう。はい、4等分できました。で、ついでにね、ちょっと数字も入れておきましょう。今回ね、6400番台がほとんどなので、ここにね、64って書いておきます。後で間違えないように。64。極力ね、間違えないようにリスクを減らすようにやっておきます。はい、これでとりあえず番号ができました。はい、次に、生年月日と、名前のところやっていきます。まず生年月日。これも同じようにセンターを取ります。で、同じように左右同じだけ。こっちも6ミリでいいかな。定規はね、上から下に引くので、用紙の方をひっくり返します。はい、できました。で、次、一番重要なお名前なんですけれども、まず、前提として、ここに印がありますよね。ちょっと下しか見せられないんですけど、印のセンターに合わせるのは理想です。ただ、今回は、生年月日がね、右側に結構寄ってきちゃってるんで、ちょっと測ってみると、片側が17しかありません。だいたい名前は、幅がね、20から24ぐらい取るんで、ちょっとね、狭いんですよね。なので、本当は印のセンターと合わせたいところなんですけれども、今回は仕方がないので、若干印よりもセンターが右側に来るようにレイアウトしていきます。生年月日とお名前なんですけど、この隙間が5ミリ。なので、できれば、7ミリくらいはあった方がいいかなと僕は思うんで、今回は7ミリで取っておきます。なので、ここ、隙間、7ミリ取ります。はい。で、次に考えるのが、この高さありますよね。で、この高さと、同じっていうのが一番理想です。同じっていうのが理想なんで、ちょっと測ってみると、これね、140あるんですね。ちょっと電卓。で、名前は継承がつかないので、一般的には4文字、5文字がほとんどになってきます。で、多い方の5文字でちょっと考えた場合、140割る5だと28なんですね。
で、間の隙間をだいたい3ミリ強取ると考えると、文字、縦がだいたい25だとちょっと奇数になっちゃうので、24がいいのかなと。で、今回はだから、上下の幅24で取ります。で、ここ今140あったんですけど、この証書のサイズに対して、正直ね、140は長すぎです。なので、本当であれば、この元々の印刷のやつが、120から130が僕は理想じゃないかなと思ってます。これはもうしょうがないので、それに合わせるしかありません。で、書き出し位置です。書き出し位置は必ず、生年月日よりも名前は上から始まります。で、書き終わりは、この生まれるって字よりも上で終わらせます。だから、5ミリぐらいですよね。5ミリぐらいでいいんで、そのままずれると思ってください。で、5ミリと考えて、240なので、12ですね。半分で12取ります。はい。で、さらに半分、12ですね。こちらもね。インよりもセンターライン、本当は合わせたいんですけれども仕方がないので若干右に行ってます。で、上下、この同じ高さとすると、そのまま5ミリぐらい上に行っています。はい。で、次は、横の割り付け線を引いていきます。はい、まずだいたい5ミリですね。5ミリっていう決まりはないんですけれどもね、5ミリぐらいはないとちょっと差がね、あんまり出ないので、15ミリということでやってます。では24取って、隙間4ミリにしましょうか。さっきちょっと3って言ったんですけど、4ミリにします。はい、できました。要するにこちらはね、1、2、3、4、5文字用ということです。で、こちら4文字を今度作っていきます。で実際測ってみると、こちらが137ですね。137です。で、24×4 は、引く137は、割る3は13なので、今ね、一文字目は取ってますけども、ここ13取りましょう。13.6 なんですけどね、実際はね。13。で、ここからも24。で、同じように、反対側。13。で、ここ24。はい。そうすると、4文字用ができたんですけれども、これで、レイアウト完了しました。ちょっとね、この辺複雑だったかもしれないんですけれども、要するに、この生年月日に合わせます。ということです。生年月日に高さ合わせてる。で、書き出し位置を上にしている。ということになってますね。はい。で、ここまで来ればね、もうあとは書くだけです。じゃあ次進みます。はい。レイアウトできましたんで、ライトテーブルを使って、実際に記号していきます。ライトテーブルですね。A3 対応になってます。はい。で、こちら、レイアウトの上に本用紙を載せて、そして僕の場合は文鎮で押さえて、そして左の行から書いていきます。左の行から書いていきます。右側の行から書いちゃうと、どうしてもね、ちっちゃい字なんで手ついちゃったりするんで、汚しちゃうんですよ。なので、左の行から書いていって、名前を書いて1枚終了ということになります。はい。以上をもちまして、今日は卒業証書の、下準備ですよね。レイアウトのやり方を説明していきました。
で、実はね、去年もちょっと同じような動画を撮っているんですけど、去年はね、幼稚園のやつをやっていて、もっと細かいことやってます。これとはまた違ったね、卒業証書なんで、もし、例えば、園長名とか校長名とか入れるのであれば、そちらの方も参考にしてください。以上、ご視聴ありがとうございました。